はいさー、クリスタル北部にやってきました。もう素晴らしい景色と素晴らしい天気で、ちょっと前になるんですけれども、以前中城の方で半田道とペリタイの旅について勉強したけど覚えてるかな？覚えてるよ。コモドー・マシュー・ペリー、ペリタイが来たけど、ペリ本人さんは首里城で休んでて来なかったっていう話だよね。まあ休んでたというか、きっと一生懸命ね外交をやってたと思うんですけれども、今日は今帰仁の方の半田道と今帰仁城跡を散策したいと思います。いいですね。でこっちにはペリーさんは来たのかな？ちょっとこれは期待薄な気がするんですけれども、でもねこのすぐ近くにね雲天港っていう港もありますし、もしかしたら船でちょっと寄ったりしたかもしれないけれども、それも含めて今日はちょっと探ってみようかね。早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。沖縄本島北部、本部半島の北側に位置する今帰仁村。手つかずの大自然や昔ながらの沖縄らしい景色、世界遺産の今帰仁城跡をはじめ、深い歴史と文化を誇ります。19世紀に入ると、外国船もしばしばこちらの雲天港を訪れ、琉球王国と契約を結ぼうと試みたことが伺えます。そして1853年にペリーの一行もこの近辺を訪れたそうで、雲天港や付近の村の様子を文書や地図に残しています。しかしここの半田道、まさかの半田道違い？今日はその謎を一緒に明かしましょう。なんか北部の大自然はいいですね。気持ちいいですね。じゃあ今ね今帰仁城跡のちょっと下あたりに来ていて、ここから半田道に入るんですけれども、どんなところなのか、いつからあるのかとか、中城の半田道とどう違うのか、いろいろクリスタルに教えたいけど僕ではわからないので、今日はね実はガイドさんにお願いしております。こんにちは。大城さんです。よろしくお願いします。さあ大城さん、ここから半田道のまず案内をぜひお願いしたいんですけれども、こちらの半田道はどういったところになるんですか？こちらは今帰仁城に途上する、ここ海だった場所ですね。船が止まれた、ここから城内に上がる崖の道のことを半田道と言います。崖の道のこと、中城でもそうだった。崖が半田っていうことで、約800メートル。待ってください。これってさ、中城から続いてないってことなの？あれずっと同じ道じゃないの？違います。あれは宿道ですね。騙された。またペリーが来たと思ったら来てない。そして同じ半田道と思ったら違った。でもネーミングの共通があるから大丈夫。今帰仁の半田道を今日ちゃんと回りますよ。さあ行きましょう。はい。あ、準備がいいですね。もうちゃんと杖が。あ、すごい。当時はどういった方々がこの道を使ってたんですか？主に下に住んでた百姓とか中央那覇から来た役人が裸足で上がった、上に野呂という大名御殿があるんですね。そこまで行く通り道になるんですよ。いつ頃からあるとされてるんですか？1400年前後くらいからあります。今帰仁城は後で見せますけど、ここは5世代王族が変わってるんですよ。400年のうちに。そのうちの最後の200年が首里城一族。その前が今帰仁城一族3代というね。でも1400年とすれば
琉球王国統一の前ってことですよね。まだ前後に、そうです。三山時代の終わりらへんからそうそうそう。あるとされてるってことですね。今歩いてる道がこの岩が2億3000万の中生代の恐竜がいた時期の岩を歩いてます。2億3000万年。すごい。ちなみに中城あれ100万年の石です。同じ石灰岩でも年代がここの違うんですね。全然違うの。違う。ところがここは混ざってるんですね。100万年の石。これが琉球石灰岩の100万年。これブツブツ穴が開いてる。なんかそうですよね。これはすごい代表的なっていうか、琉球よく見かけるような琉球石灰岩ですよね。海沿いとかにもある。これが海沿いの100万年の石です、ね。はい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 。これが2億3000万とほとんどわからんけど割るとわかります。なるほど。それを今境界線を登ってるんですね。すごいな。これが砂色が100万年の石、琉球石灰岩。はいはいはい。赤色が3億年の石。わお。色付けした方がわかりやすいでしょ。じゃあもう一番古いですね。この地図見る限り。ここで標高が約30メートル弱ぐらいですかな。ほう。ちょうど後ろに見ると石積みがあります。人工的に積んだ。なんかありますよね。これは確かに自然にできた感じではなさそう。人間が積んだのに3段になってテラスになってここにお客を迎える番屋ね。番所みたいな入場。そう入場する場所。お城にたどり着く前。そう。じゃあある意味ここも。外壁はあるわけではないんですけれども、そうですね。自然な外壁、この山が自然な外壁と考えて、ここでもう受付っていう感じですね。すごいな。なんかきっとこういうのって昔から景色が変わってないですね。そうですね。ここがやがて半田道の中間地点に来ました。おお、まだ半分。まだ半分。頑張りましょう。頑張りましょ縛りう。頑張りましょう。でも気持ちいい。気持ちいい。自然の中でデトックス。デトックスですね。と勉強。よいしょ。すごいな。大丈夫？ちょっと半田道からそれますが、当時の祭祀行う場所になりますね。おお。またちょっと貴重な場所が見れそうだよ。というかすっごい立派な木がありますね。赤木です。赤木。樹齢約150年ぐらいですかね。150年。でも大きいですね。150年。大きい。さすが沖縄のジャングルの自然。わあ、ちょっと道も広くなってよかった。見開いた空間に到着したんですけれども、素敵な雰囲気で。これガジュマルですかね。ガジュマルと3種類の木が岩に絡んでますね。ここはちょっと開けたところだから当時の人たちがここでね集まって集会する。ちょうどこの斜め左に集落があるんですよ。この広場すごいパワースポットみたいな感じにもちょっと感じますね。パワースポットで、ここの中にですね、一箇所だけちょっとお見せしたいのがありますので、ちょっと行ってみます。また違う。このガジュマルと違う。じゃあ行ってみましょう。どちらですか？ちょっとここから行きましょうね。あっちですね。行ってみましょう。なんかまたありそうな。こちらちょっと戦争中に使われた避難場所防空壕になりますが、ウフガマって我々は呼んでます。漢字で書くと大きなオラーナという意味です。深さが約8メートルあって幅が 4.5、右に20メートル。防空壕に昔は戦争中使われた防空壕。じゃあ人が隠れた場所。この一箇所で自然を感じながら沖縄のいろんな時代の歴史が分かるのは蚊にいっぱい刺されたけど寄り道してよかったなって思いましたね。
もうぼちぼち亡き尋常石に向かおうかね。はい。昔の方々のように半田道を歩いて頑張ります。お城目指しましょう。はあ、こんな長く感じた750メートル初めてかも。涼しくなった。でも涼しくなったし、あれ？はい。ここが亡き尋常半田道の最終場所になります。でも亡き尋常入り口。亡き尋宮す宿。ごい。あ、昔の方々のようにそうです。この道を歩いてたどり着きました。亡き尋常跡は13世紀後半に創建され、14世紀中頃には主閣に石垣を築き、15世紀前半には現在の姿になったと伝えられています。琉球王国統一前の三山時代には北山王の居城で、統一後には王府から派遣された看守の居城となりました。面積は首里城とほぼ同規模で、城壁は長さおよそ 1.5 キロ、高さは最も高いところで8メートルという圧倒的なスケール。2000年12月に開催された第24回世界遺産委員会で、亡き尋常跡を含む琉球王国のグスク及び関連遺産群の世界遺産リストへの登録が決定しました。さあ、この美しい亡き尋常跡を散策して、お二人はどんな表情をするのでしょう。じゃあ大城さん、ぜひ引き続きごはい案内を、よろしくお願いします場内の方もよろしくお願いします。お願いします。はい。ここの亡き尋常は沖縄本島一番北にある世界遺産ですね。規模はだいたい野球場の2倍ぐらいのスペースにありますね。野球場、ベースボールフィールドね。じゃあこうやって我々が歩いてきた半田道を抜けて、当時歩いてきた人たちもここからそうですね。入っていったってことですね。じゃあ行きますか。中行きますか。行きましょう。ちなみにこれ平楼門という門でして、当時からの名前ここだけ残っております。まあこれももう当時こういう戦本来の姿がこういうのを想像してください。じゃあ中にはい入ります。入っていきましょう。わあ、綺麗。この自然な感じで、あ、階段が。なんかこの並木っていうんですかね。両方は桜ですね。桜。桜の時期きっと綺麗ですよね。はい、2月が満開綺麗ですよ。そうですね。沖縄早いですからね。2月に来ますね、また。そうね、入り口を抜けて中に入って、素敵な桜並木を歩いて、一箇所目にね、今大城さんの案内で来てるんですけれども、こちらはどういった場所になります？こちらはカーザフといって、まあ古い時代水が流れた川の跡がありまして、そこの洞穴をお墓として使っている沖縄の古いお墓ですね。お墓。ちょっとわかるかな、石が詰まってるの。あ、見える。あれが穴が下の方に、そうそうそう、この正面からありますね。あれ現在も使われてる沖縄の百姓のお墓ですね、農民のね。そもそもこちらの亡き尋常石はいつ頃作られたとされてるんですか？ですね、正式な文献はないけど、発掘調査で分かったのが、今から800年前にここを掘り起こした跡が出てきた。考古学によるんですよ、文献がないから。13世紀。そうですね、13世紀から1650年まで約400年ぐらいここを機能してたと。なんか面白いですよね。他のグスクもそうなんですけれども、だいたい中心が先に作られて、その後いろんな技術といろんな人といろんな政治の影響によって周りをこう後付けというんですかね、広めていくっていう感じで。そういう感じですね。じゃあこれが世界遺産の当時の道になりますね。あちらの方の、もう確かに整備されてない階段ですね。なんかまた半田道と違う険しい感じが。ここはもう城の中の昔の道ですね。これは世界遺産の道になります。この道が。はい。なるほどですね。すごい。
ちょうどこの辺りが広場があって家が4軒ぐらいっていうのをね想像してくださいね。この辺はどういったような方が住まれてたん要ですかね。するにここはナク人の農民じゃなくここを支配する人たちの上司になるかな、今でいうね。じゃあこの農民の人たちの上の支配者になる。支配者、貴族、武どの国も一緒ですね。フランスにもそういうのはいましたね。農民から税金たくさん取ってそうそうそう生活していた昔の貴族が。士。ここがナク人城に仕えた王様の側室のウトダルさんがここにね城を仕えたということで、イメージとしてはこういう感じで、ほう。この方が自分の娘じゃないけど王子を抱いて逃げて再び城を復興させたというこういう英雄的な会議が書かれています。なんて書いてあるんですか。ナク人の城下成の国部シゲマウトゥダルは女性の名前でヌッチャイハッチャイと子供を抱いてね城をまた復興させたという英雄的な会議が書かれています、ね。なんかまたこういうなんか文字が刻まれてるのを見るとすごく文化を感じるというかね、伝説が伝わってきます。これでさらに上がってきて、でもこれが柱とかの跡ですかね。礎石と言いますね、ここがナク人城一番最高位で105メートルある場所になります。105メートル、標高が高さが、じゃあ王様が住んでた。そうですね、神殿あるいはお住まいかなという感じ。こうやってくるとね、本当に周りの山々と海となんかどの方向を見てもやはり緑が多いですよ。外壁の上から眺めを見てるんですけれども、すごいもうこの自然が素晴らしい。なんか聞こえる？水の音です。そう、水が流れる音。本当だ。気づかなかった。川の音が。川の流れる水の音。川があるんですか？川です。これ約4キロの川がナク人では2番目に長い川ですね。茂間川と言いますね。その名前とってここの下を茂間城郭という、ここにかまどが多いんですよ。かまど。おそらくここは食事作る場所じゃないかとね、想像。王様に持ってくる。そうあるいはお風呂とかね、水が近いところが便利だろうというね。でも確かに火を使うっていうか、このかまどがあるっていうのはどっちかですよね。料理かお風呂かどっちかだよね。両方じゃないかな。ここの城が首里城が攻めてた時の想像図がここにお見せしましょうかな、こういう感じで。これ今燃えてる。そう裏門から入ってきてっていう感じで。なんと見晴らしがこちらが一番見晴らしがいい場所ですからね。ここで外国船とか船を見たり、そういうのをこちらの歴史が途絶えたのは今からおよそ400年前です。400年前、1600年代、徳川時代の初期にあたりますね。薩摩が占めてきたんですよ。薩摩が鹿児島県の島津郡が、これ3月27日旧暦です。新暦に直すとややこしいけど、ちょっとゴールデンウィークの前の日にわずか2日でここを滅ぼし閉鎖という中で現代に至っております。それでじゃあこの船でここまで来たんですか？そう、あちらで運転というところ約100隻で80隻で抑留して、一部がここに来て薩摩に攻められたという内容です。なるほどですね。いやだってもともと散々そこから統一で、琉球王国になって、でさらに、200年弱200年、後に180年ぐらい後に次は薩摩が来て、で今に至るんですね。すっごい勉強になりました。ちょっと複雑だけどね。ちょっとじゃないですね。結構。でも複雑だからこそなんか興味をそそるっていう感じがありますね。本当にここの場所はすごく魅力的で、この自然に囲まれているのはまたもうその魅力の一つだと思います。本当に吉野さん、今日はね素敵な案内、ありがとうございます。さ
さあクリスタル半田道2ザリターンっていう感じなんですけれども、はい、いかがでしたか？まあ少し複雑でクイズされたら多分合格しないかもしれないんですけど、歴史は難しいからね。そうでもものすごく面白かったです。ですし、ね、まあハイキングも良かったし自然感じるっていうのも良かったし、またねこの美しい世界遺産のグスク、お城本当素晴らしかったと思います。北部なかなか来れないので、こういう会もできて良かったですね。良かったですね本当に。そしてここで重要なお知らせがあります。実はこの回をもちましてクリスタルさんはレギュラーリポーターを卒業します。そうなんです。これから沖縄の商品をだんだん開発して海外にもっと届きたいので、しばらく本業に専念させてもらいます。はい、本当にね商品開発も頑張ってるし、この前本も出して結構売れてるみたいですし、もう本当にねこれからも頑張ってほしいですし、クリスタルの活動、そしてもうクリスタルの存在自体も沖縄にとって本当に貴重なものだと思ってるので、これからもう僕も番組を通して、かなさんとあといろんなゲストと沖縄の紹介は頑張り続けますし、クリスタルもねこのもう本当に本業の活動で専念して沖縄の魅力をぜひぜひ世に届けてください。はい、いつかスポンサーになりたいです。もうぜひお願いします。もう常に募集しておりますので、そしてまた時間ができた時、ゲストでまた登場してくれるかな？もちろんです。ぜひぜひお待ちしてます。もう引き続きね元気なプチ沖縄トラベラーを頑張っていきますので、もうクリスタルさんの活動を応援しつつ、ぜひこれからも番組を応援してください。それでは皆さん、See you シーサー。ちょっと待ってね、なんかねはい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。本当に2年間クリスタルがねめちゃくちゃ頑張ってたくさんねもう英語交えたりとか沖縄の魅力を一緒にね少しでも世界の方々に沖縄の存在を知ってもらえるように、もうクリスタルも全力で一緒に頑張ってくれて、いやもうありがとうございます。感謝してます。外波のです。もうありがとうございます。よかった。はい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 。もうまた来るしね。絶対来るしね。来るし、沖縄に住んでるしね。そうだね。今日も沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。